皆さん、こんにちは。よしえです。今日は私のチャンネルにしゅんさんが来てくれました。はい、皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい。しゅんさん、久しぶりですね。ねえ、久しぶりですね。多分、1年ぶりぐらいだと思います。そうですね。1年ぶりぐらいですね。うん。うん。どう元気でした元か？気ですか？元気。元私も気ですよ、元気ですよ。元気。元気、元気。もちろん。いつも通り元気です。そう、うん。しゅんさんのことはいつもインスタグラムとかね、はいはい。YouTube で見ています。ありがとうございます。ありがとうございます。この、この1年でかなりいうん。ろんな新しいことに挑戦していますね。そうですね。音楽も作ったし、まあね、新しいコースとか作ったり、あと YouTube も1週間に3本頑張ってアップロードしてうん。ます。わあ、1週間に3本はね、本当に忙しいですね。忙しいです。はい。う楽しいけん。どね。楽しいけど忙しいですね。そうですね。はい。最近、しゅんさんは海外旅行に行っていましたか？はい、行きました。最近。あのーうん。台湾と、タイと、ラオスとベトナムに1ヶ月ぐらい行きまうん。したね。ちょうど1ヶ月。ああ、うん。4カ国か。なんかもはい。っといっぱい回ってるのかと思ったんですけど、4つ。いや、4カ国ですね。ううん。でも、ん。いろいろなことしたので、いろいろなことしていたので、うん、なんかいっぱい行ってる風に見えたかもしれませんね。うん。うん。そうですね。その一つの国の中で、うん。いろんな都市を移動しましたか？国によりますね。例えば、台湾は台北しか行かうん。なかったし、タイもチェンマイしか行かなかったんですけど、まあ、チェンマイの中で本当にいろいろなことしましたよ。なんか、ムエタイのクラうん。スに行ったり、そう、ウォーターパークにうん。行ったり、なんか、象に会うツアーうに参加したりん。とか、あと、水かけ祭り、有名なタイの水かけ見ま祭りとか。した。そうそうそう。だから、同じ町にはいたんですけど、いろいろなことしてましたね。うん。一人旅ですか？そうそう、一人旅です。うん。じゃあそう、そういうお祭りとかイベントにも全部一人で参加したんですか？そうですね。あ、そうなうんだ。ん。なんか私、しゅんさんが現地に友達がいて、はい。その友達と遊んでるのかと思っていました。いや、でも、一人旅だけど、もう本当に、その行く場所で友達を作って、仲良くなって、で、一緒に参加したり、フェスティバルに参加したり、一緒に旅行したり、一緒にお酒うん。飲んだりしていたので、多分、そうだな、80%、90%ぐらいは、一人旅だけど、一人旅じゃなかったであすね。あ、誰かと言い面ました。白いですね。うん。そうなんですね。そう。じゃあ、もう相手も一人で旅行している人とかを見つけるんですか？いや、もう、一人で旅行していない時もあるけど、まあ、大抵一人でみんな旅行していますね。大抵。ううん。ん。あと、現地の人とかも仲良くなるんですか？現地の人はあまり仲が良くなる、話すことはあるけど、すうん。ごく仲が良くなる機会はなかったかもしれませんね。うやっぱりん。旅人と仲が良くなりますよね。そうそう。ああ、そうですよそう、なんね。か同じ趣味。現地の人と仲が良くなっても、なんか現地の人はもうそこで生活があるから、あ、じゃあ明日他の町に行こうって言っても、いや、ごめん、仕事があるから、みたいな。ね。あそう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 。でも旅人はもっと、もっと自由だから、時間があるから、何も仕事もないし、あ、自由だから、旅人の方がやっぱ仲が良くなりやすいですよね。マインドセットもうん。近いし、似ているし。ああ、そうだっうん。たんですね。そうそどうですかその4カ国の中で何か特に思い出に残っている出来事はありますか？う。4カ国の中で、もう、ありすぎて、全部。一つ選ぶの難しいな。もう全部の国に思い出がありますよ。台湾も、ああ、そう。タイも、
ラオスも全部あります。ラオス、うん。ラオスって私行ったことがなくて、どういう、人々の生活ですか？ラオスは、確かに、みんななんかタイとかベトナムってすごく、あのー観光地がた観くさ光客が。んね、あるうん。し、ヨーロッパとかアメリカからも多分たくさん観光客が来るけど、ラオスってあまりみんな行かないですよね。うん。うん。そう、でそんなも感じがしラオスはどんな国かななんか、でもやっぱりタイとか東南アジアの中ではすごく貧しい国ですうね。ん。そう、貧しいっていうのはその経済的に貧しいう国。ん。だけど、人はもうめっちゃ優しいです。ああ、なんかすごくそうなんだ。ピュアで、めっちゃ優しい。いや、本当に親切で優うん。しいです。おー。そうそうそう。今回はそのラオスに行っうん。た目的がありましたか？目的は特にないんですけど、特に。まあでも、ラオスに前に行ったことがあって、そう、前はね、ラオスの南を旅行したんですよ。うん。そうで、今回はラオスの北、まだ行ったことがなくて、で、タイも、北に行ったことがなかったので、そう、なんかタイの北とラオスの北を旅行したいなって思って、そう、そのエリアを選びましたね。まだ東南アジアの中で行ったことがないエリア。そ確かになんかこう、その都市を変えるだけでう。うん。全然違う景色が見えますよね。そう、特にタイとうん。かはね、本当確かビーチリゾート、南に行くとビーチリゾート、すごい綺麗な海があるけど、北の方に行くと、もう山があって、象がいに。うて、ん。みたいな。あうん、山に囲まあ、れている街だからハイキングもできて、もう全然違う国みたいですよね。うん。私のタイのバうん。ンコクのイメージはすごく都会、なんかうん。東京みたいなイメージがあるんですけど、チェンマイはうん。どういう自然ですか？チェンマイは、まあ、第二の都市ってうん。言われてるけど、もう、全然違いますよ、バンコクと。本当に静かです。高いビルもあまりないですね。うバンコクはすん。ごいですよね。バンコクは本当東京みたいだけど、チェンマイは高山みたい。岐阜の。なんか、あそんな感じ。あ、本当に。高山って本当に静かで、静、まあちょっとうん。自然が近くてみたいそうそうそう。な場所本当高ですよね。山みたい。サイああ、ズも。いい例えですね。うん。うだから、なんーん。か、第二の都市って聞くと、大阪とか、ね、横浜とか、う札幌ん。とか、福岡とか名古屋とかをイメーはい。ジすると思うんですけど、そんな感じじゃなくて、だからスカイスクレーパーがないから建物は全部うん。低くて、で、もうあチェンマイから15分、20分ぐらい、あの、バイクに乗っていくと、もう自然の中なので、もう本当に、ー、うーん。自然に囲まれている街。うおー、いいでん。すね。行ってみたいな。めっちゃおすすめうです。まあ、ん。なんか、その、旅行したいなーって国と住みたいなーって国があるんですけど、チェンマイは住みたいなって思う街でしたね。うん。おー。住めるけど、うん。旅行も楽しいみたいな旅感行ももちろんじの場所です。楽しいけど、長くいたいなって思う感じの。だからちょっと長く住んでみたいなみたいな思いました。言語はタイ語ですよね。そう、タイ語です。でももうタイって、もう観光業が多分一番大きい産業。だうん。から、やっぱタイ人はみんな英語ができるので、そう、そうなんほとんど。ですね。うん、まあ特にその村とかに行かなかったら、そう、街中では、もうチェンスーパーマイとかバとか。ンコクとか、そういう観光客がいるエリアだったら、もう本当にうん。問題なく生うー活できます。ん。あ、そうだったんですね。うん。おー。なんか挨拶とかは覚えていきましたか？挨タイ語で。拶とかは、はいはい、覚えましたよ。簡単な挨う拶。もうやっぱん。り、ハローと、こんにちはと、ありがとうは、全部うん。の国で、あの、大事ですよね。そうそうそう、地元の現地の言語で言うようにしていました。
うん。そうなんか日本でもやっぱり一言でもいいから日本語を喋ってくれると嬉しいですよね。そうそう、観光こんにちは、客の人。ありがとうだけでも嬉しいですよね。そうですね。そうそうそう、う100%英語よん。りは、なんか、ありがとうござい確かに。ますとか、頑張って日本語うん。を言ってくれるとやっぱ嬉しいから、そう、私うも、ん。ちょっとね、ありがとうとこんにちははいつも現地のうん。言葉で言うようにしてました。タイ語のこんにちははコップンか？そう、コップンか。なんか男の人と女の人で違うんですよね。確か。あ、そうなんですか。うん。だからタイ語が上手じゃないからわからないけど、なんか女の人はコップンカーで、男の人はコップンクラップみたいな感じコップンカップ。あ、そう上手じゃないなんでからわかんなすね。いけど、なんか発音が違うみたいです。発音が。ありがとうは？ありがとうがコップンカーかなコップンカありがとー。うがコッで、プンか。サワディーカーがそうだ。こんにちはかな。そうそう。サワディーカーそうでした。がこんにちは。サワディーカー。ああ、そうでした、そうでした。あ、うん。思い出しました。そう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 。ベトナムはどうでしたか？ベトナムもちょっとなんか、タイみたいで、なんか、うーん、まあ、ハノイに行ったんですけど、ハノイは大きい街なので、うん。なんか、バイクがたくさんある。バイクがたくさんあるなって感じました。でも、やっぱでも、うん。ベトナムも観光しやすいですね。もう観光ああ、客そうなんですね。がたくさんいるので、やっぱりラオスと比べたら観光しやすい。うん。情報もたくさんありますよね。あるし、そう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 。まあやっぱ発展してるなって思いますよ。タイも、ベトナムも、うん。ラオスと比べて。うそう、ん。ハノイもすごく都会ですもんね。都会ですどんどんね。ビルが。うそうそうそう、都ん。会、そう、都会ですね。ハノイはね、前も、去年も行ったんですよ。そうなので、今回はハノイにはあまりいなくて、ハノイに、うん。一泊だけハノイに泊まって、もう次の日に、なんだっけ、ハロン湾世界遺産のハロン湾に行って、その後、また世界遺産のニンビンっていう村かな小さい町に行きました。2時間ぐらいかけて行きましたね。ニンビン、北の方ですか？ニンビンはハノイの南なんですけど、うん。めっちゃ良かったです。何があるんだろう。いや初めて聞もう多きました。分、その今回の行った旅行の中で一番綺麗でした。景色が。景色は、一番綺麗でしたね。う一番、うーわ、ん。すごいってなりました。どういう景色なんかですか？壮大な景色、なんか崖みたいなのに囲まれてて、で、そこの中に川かな川か湖だったかな川があって、それをボートで行けるんですよ。で、洞窟がたくさんあって、なんか3キロ ?1 キロかななんか長い洞窟があって、そのうん。中をこのボートで漕いで、洞窟の中を入っわ、て、楽しい。そうそうそう、いいで行くんです。すね。う洞ん。窟の中、じゃあなんか狭いところを入っていそうそうそう。だくみたいな。からちょっとこうしゃがまなきゃいけない時もあって、そうそうそう。楽しいや、そめっちゃ楽しかった。楽しいし、めっちゃ綺麗だなって感じ。だからシンう。うプルに、ーん。もう景色は一番そこが、今回の旅行の中では一番感動しました。景色は。覚えておきます。実はね。夏にベトナム行くんですよ。どこハノイ？いや、今回は、うんダナンとうんうん。ホイアン、ああ、いいな。そしてフーコック。ああ、いいね、いいですね。行ったことうないけど、ん。ホイアンね、行きたかったんですよ。ホイアン良さそうですよね。ホイアンい初めてで私も、いって聞くから。ベトナム自体が。いいなぁ。すごい、楽しんでください。めっちゃ楽しいと思います、ベトナム。ねえ、うん。食事がまずめちゃくちゃ美味しいって聞きますね。そうそうそう。食事はね、僕はね、あれですよ。いつも綺麗なレストランには行きたくないんですよ。そう。なんか、うん。ベトナムでプラスチックのテーブルと、プラスチックの、なんかちょっと低い椅子がうん。外に置いてあって、屋台みたいなうん。感じで置いてあるレストランがあって、うん。その中で外国人がいなくて、地元の人がたくさんいるレストランは絶対美味しいあです。本当に美味しいです、それは。綺麗な感じの、その観光客が喜びそうな感じの綺麗な
レストランにも行ったんですうん。けど、でも味はもう100%そのローカルのプラスチックのあのテーブルのちょっと質素な感じのレストうん。ランだけど、ローカルの人がたくさん入ってるレストランはもう100%美味しうん。いですね。わあ、そうか。うん。なんか私とか、もう結構調べちゃうんですよね、レストラン。うーん。Google マップとかで、口コミが多いのとかうんう探してんうん。しまうんですけど、しゅんさんは探さないですか？いやー、時々探すけども、普通に散歩というか、やっぱり、その外国に行くと散歩するのが楽しいじゃないですか、外を見て。うん。うん。で、うん。散歩しながら歩いてるときに、ここめっちゃたくさん現地の人いるけど、って思ったら入ります。そこに。確かに、それいいかもしれないですね。もう多分、うん。携帯だけ見てたら気づけないお店がいっぱいありますよね。いや、ベトナムはめっちゃあると思う。時々 Google マップにも、うん、ありませんからね。うん。うーん。そそれ見つけたとき嬉しいですよね。あ、こう。こ、嬉し Google にい。載ってないみたいな。塗ってないし、すごい、もう本当美味しいんですよ。何のいや、料理に感動しましたか？もう全部ですけど、やっぱり、なんか、綺麗なレストラン、本当に、その観うん。光客が喜びそうで、観光客がたくさんいるレストランは、やっぱり、あまり美味しくないです。大抵。普通、美味しいけどうん。普通。う日本でん。食べるベトナム料理と同じ感じ。普通の。あ、そうですね。うそん、多分すごく味をコントロールしてますね。外国のう。か方向けみたな。いな。多分ね、そう。いうん。や、でも本当に、一回はやっぱ、ローカルの人がたくさんいて、外国人が全然いない。うんプラスチックのテーブルでプラスチックの椅子の、まあちょっと綺麗じゃないけど、そういうお店、うん。レストランは一番美味しいから行ってほしいな。ああ。いやー、行ってみます。もう一回と言わずに何一回は、回でも行ってほしい。探します。そうーうそうそう。ん。あ、いいでも全部美味しいかですね。らな、ベトナムの料理。うそう、ん。そう、はい。もうベトナム行った人はみんなご飯が美味しい、ご飯が美味しいって言いますね。美味しい。楽しみ。ご飯美味しいし、ビールが安いんですよね。何ビールでしたっけ？有名なやつありますよね。ベトナム。たくさんありますよね。サイゴンビールとたくさんある。か、最後に。ホイアンかな、ホイアンビールホイアン、あとハノイビールもあるし、場所によっうてーん。ローカルなんかこう、のビールが気温が高いから、あの、ビールが結構美味しいですよね。美味しい。美味しいです。うん。うん。で、しかも、日本みたいな味じゃなくて、もうちょっとこう、あっさりしてる感そう、じのちょっと味ですよね。薄いから飲みやすいかも。ううん、しれん。ないですね。もう好きなんですよね。そういう味のビールの方が、私お酒がね、すっごく強いわけじゃないので、うんうん。薄めの方が美味しく感じますね。確かに。でもね、東南アジアに行くと、東南アジアに行くとビール飲みたくなりますよ。やっぱり。わかる。うん。汗かくし。そうそうそう。もう昼から毎日飲んでましたね。うん。日本では飲まないですけどね、そんな昼から。うん。そうそうそう。ジュンさんってお酒強いんでしたっけ、いや、そもそも。強くないと思いますよ、そんなに。うー普通だとん。思います、多分。うん。でももう水代わりというか、いや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 、ジュース代わり。水代わりじゃない。水代わりじゃないですよ。でも普通ですけど、でも多分、いろいろな人に会って友達ができると、どうする何行くどこ行くってなったらいつも、じゃあバイクかってなるから、あ、そうかそそうか。バイコっていつもなるから、だから毎う日飲んでん。たのかな。なでも一人でも、まあ、一杯か二杯は飲むかな、多分。うん。はい。なんかこう、コミュニケーションツールとしてビールを使ってたんですね。まあ、それもあるけど、でも美味しいから、やっぱり飲みたくなりますよね。うん。うん。わあ、いいな。楽東しみです。南アジアに行くとね、やっぱ暑いし、あの雰囲気がね、そう飲みたくさせますよね。もっと。させますようね。そうでん。すね。う多分、飲めん。ない人も飲みたくなると思います。わかります、わかります。なんか、こう、炭う酸系の飲ん。み物も美味しく感じるし、そうそうとそうそにかく、こう熱さを
吹き飛ばしたいみたいな そう、なんかコーラと感じ。かも、あんま飲まないけど、東南アジアでめっちゃコーラも飲みましたよ。コーラ。わかります。コーラ美味しいですよね。美味しい。うん。日本で全然飲まなうん。いんだけど、うん。うん。飲みますね。飲みましたね。そうそう。私も全く、日本だとコーラとかファンタとか飲うん。まないけど、前にパラグアイに住んでいた時は、もうすごい飲んでましたね。ああ、そうなんだ。暑いから。そうなんですね。同じうん。だと思います。だから、東南アジア行くときも。だからコーラとビーうん。ルめっちゃ飲みます。うーん。そっか。うん。あ、そう。話変わるんですけど、ちょっはいはい。とすごい、聞きたかったことがあって、しゅんさんってすごいジム通いしていたイメージがあるんですね。はいはいはい。旅行中はどうしていましたか？旅行中全然行きませんでした。あ、ゼロ。1ヶ月。うん、1ヶ月。はいはい。あ、ああ、タイで1回、2回行きましたね。1回はムエタイのジムに行って、うん。そこで少しトレーニングして、1回はジムに行きましたね。ああ、でも、そうなんですね。それだけです。ううん。ん。その旅行から帰ってきてからまたジムを始めましたか？そうですね。うそんなん。感じ。だから今は、そんな、めっちゃ厳しくトレーニングしていないので、だから旅行に行くときうん。は筋トレしない。基本う的に。ん。し、でも、ああの、まあ、名古屋に帰ってきて、うん、まあ、ルーティンがあるときは、ジムに行きます。今日も多分、この後ジムに行きますけど。はい。私最近ピラティスを始めたんですよ。うん、はい。ピラティスわかりますか？わかります。なんかヨガみたいな、でも運動なんうん。ですよね、結構。結構疲れるんですよね、ピラティスって。そう。多分ヨガに似てるんですけど、もっとインナーマッスルを鍛えるう感じなん。んですね。はいはいはそうで、い。まあ、すごい。ヨガスタジオに、ヨガじゃない、ピラティスのうん。そのスタジオに週に2回とか3回くらい通うようになったんですよ。グループレッスンですか？なんかグループレッスンみたいな。そう、マシーンがいっぱい並んであって、うん。それをグループでみんなでレッスンを受けるって感じなんですよ。なんか最近人気ですよね、ピラティスって。なんかよく聞く。めちゃくちゃ人気でね。す。うん。どんどん新しいジムができていますね。うーん。うそうなんだ。やっん。たことがないからわからないです。ピそう。で、ラティスは。その運動を始めてから、すごく、気分が上がる。あうん。あ。いつもなんかこう、エネルギーが溢れているような感じになったんですね。落ち込まなくなりましたか？なんか落ち込む時間がなくなったっていうあはか、はは。まあ、それ大切ですよ。そう、結構、しゅんさんもわかると思うんですけど、まずジムに行くまでの時間もかかるし、ジムでトレーニングして、でまた家に戻ってくる時間がありますね。うん。だから結構その1日の中で1時間から1時間半くらい、今までなかった時間が生まれたんですよ。うんうんうなんかそれん。がね、あの、すごくリフレッシュに今なってますね。ああ、まあでも、そうね。なんか落ち込む人って結構時間があるから落ち込んじゃうんですよね。うそうん。だからそうそ忙しくしたらう。うん。考える時間ないからいいですよね。うん、そううん。なんですよね。だから、しゅんさんも、今、どういう目的で、筋トレしてるのかなって思って気になったんですよ。ああ、なるほどね。なんか、もういろいろな目的がどん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 変わってうきてるん。んですけど、一番最初は、もうやっぱ強くなりたい。筋肉つけうん。てかっこよくなりたいみたいな。一番最初の理由は、そう、大きくしたもっと、いみたいな。大きくして強い男になりたいみたいな。一番最初はね、そんな感じでトレーニングをしていて、で、なんだろう、だんだん今は、だんだんもっともっと動けるような体、なんかもっとうん。30歳、40歳、もっと30歳、40歳になっても、なんか動ける体、ヘルシーで健康的うなん。体にうん。なりたいなって思い始確かに。めて、今はもっともうなんか生活習慣の一部で、う健康していなん。いとなんか気持ち悪い、運動してないと気持ち悪いうくなるん。から、もうなんか習慣ですね。うああ、なるん。ほど。
行くことになんか、あ、行きたくないなって思いません、全然。それは。もう、は楽しみ、普通に。あ、なるほど。じゃあもううん。生活の一部になって、リズムを作るために必あ、要なもそう、のっていう。そう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 、必要なもの。生活あのリズムを作るため、だから、ジムに行って運動すると、仕事ももっと良くなるし、ううん、ん。毎日がもっと楽しくなるから、人生を良くするために、今はジムに行ってますね。そう、だからあんまり、うん。その、前より厳しくなくなりました。ううん、なんかん。前は、その、例えば旅行に行ってるときは、旅行に行っている場所で、もうジムを探して行っていたんですけど、今はもう旅行してるし、旅行してるときは、運動はあまり気にしないで、うん、うそう。とん。かなんかメリハリがそうですね。つけれるようになりうん、ましたね。確かに。うん。なんか前にしゅんさんと話した時は、結構その海外でもジム行ってるっていう話をしてたので、そうそう。変わったんですね。そこはちょっと変わったかもしれませんね。でも海外で、住むならジムに行きますよ、絶対。住むなら。うでもん。旅行するなら多分、ジムには行かなくてもいいかな。うん。でもうん。生活のそうですね。一部ですよ。本当に。うん。なんか私もその究極的な目標としては、もう当たり前、うん。もう動くことが当たり前みたいになりたいんですよ。そうん、今はね、まだその体も運動に慣れていなくて、結構疲れちゃったりとう。うか、ん。あの、そう、終わった後にちょっと休まなきゃみたいになるんですけど、だんだん多分体が慣れてきますよあ、ね。そうそう、慣れます、慣れます。本当に。うん、慣れるうん。し、慣れたらもう運動なしで生きていけなくなりますからね、本当に。そう、だからかっこいい。今はもっとなんか怪我しないように、結構筋トレで怪我をしてきたので、そう、なんかあ、そうなんですね。だから、前はすごく強くなりたいから、本当にできるだけ重いものを、持ちうん。上げられるように頑張っていたんですよ。パワーリフティングみたいな。うん。そう。で、もう今それをしないで、今もっと軽いウェイトで、そう、トレーニングして、怪我をしないように、フォームに気をつけて、怪我をしないように、うん。はい、筋トレしてますね。うん、そうでうん。すね。なんかこのままこう年齢を重ねていっても、うん。怪我をしない体ってすごく大事ですもんね。そうそう、やっぱ筋肉大切ですよね。それは。うん。うん。そう。まあ、はい。私はまだビギナーなんですけど、なるほど、超ビギなるほど。ナーなんですけ運動はやっぱ生活の中で、うん、必要ですよね。特に私たちは、この座ってパソコンの前で仕事しど。うてるから、ん。もう、ね、意識しなかったら全然運動しませんからね。本当に肩も凝るし、そね、運う。うん。動不足になってしまいますね。ね、そうそう、うん。と思います。うん。まあ、心も体もヘルシーに頑張りましょね、頑張りましょう。う。はい。そうそう。じゃあ、今日はこんな感じで、しゅんさんをはいはい。お迎えして会話をしました。いやー、ありよかった。がとうございま楽しかったした。です。ありがとうございます。また撮りましょう。はい。はい。またキャッチアップしましょう。はい。ありがとうございありがとうございます。ます。はーい。じゃあ、またね。では、またはいはい。またねね。ー。